はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 訴訟問題の進捗についてですね、共有の方をしていきたいと思います。海外の情報の方からですね、僕の方で重要だと思ったものを抜粋してですね、まとめて、配信の方をしていきたいと思いますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、これは XRP という資産がそれ自体で証券であるかどうかを決定する必要性を法廷に与えることを避け、誰によるものでもその販売または提供を投資契約の一部とする SEC の悪賢い戦術を、示すものですということですね。ツイッターの方で今ね、会話の方をされてます。で、これ何かと言いますと、先日もね、僕の方で動画の方を投稿させていただいたんですけども、SEC の方が、ね、略式判決の方で、提出した書面にですね、その内容は有価証券かどうかを判断する、求めるものではなくて、被告がですね、立風者が第5条に違反して XRP を売却したということに対して判決してくださいっていうものだったんですよ。ですので、それに関して、ね、求められたものにね、答えるのが裁判官で、求められているものが違反して XRP を売却したんではないかっていうことですので、有価証券かどうかっていう問題じゃなくなっちゃってるんですよね。ですので、ちょっとそらしてるものになって、それがね、悪賢い戦術になるんじゃないかっていうことですね、続きの配信をされております。で、それがね、リップル社はそれに対してね、契約が投資契約がなければ、投資契約も一般企業もありえないと言って反論していますと。で、これにね、勝つためには、リップル社がね、契約が存在しないか、あるいは共通事業が存在しないなどね、ハウェイのテスト項目ですね、いくつかの条項は満たされないため、投資契約が存在しないとの、ね、主張にね、勝利する必要があると。でそうでなければ、XRP の地位はこの裁判だと確かなものにならないかもしれませんということで配信をされています。でジェレミー・ホーガン氏ね、弁護士兼 YouTuber の方が答えてて、ビンゴですと。だからこそ商工会議所の準備書面は今回大いに役に立つのですということで、提出されたね、商工会議所の準備書面が、こちらになります。で、今回の動画の概要欄の方に元記事のリンク貼っておりますので、そちらクリックしていただければ今回の動画のね、記事の方見れますので、気になる方はこちらね、クリックして読んでみてください。で、こちらが内容になります。で、僕の方は和訳したんですけども、全部ね、紹介すると膨大な量になりますので、重要なものだけ抜粋してます。で、理解する上でですね、こちらの単語を覚えておいていただきたいんですけども、CDC 商工会議所、今回提出されたものがですね、米国の仮想通貨擁護団体です。で、WJ ハウェイ事件、ハウェイ社事件っていうのがあるんですけども、これがね、合衆最高裁判所が1933年のね、証券法第5条にね、違反するとね、ハウェイ社を、罰則したと、土地のね、販売、および業務計画に対して、判決したんですけども、これがね、連邦証券法の一般的な適用範囲を今後ね、定めることになった重要な判決になったというものになります。で、あと二次取引。これはね、すでに発行された証券などが投資家間で、売買される市場のことと。だから証券が発行されて仮想通貨をね、第三者での間で、私たちみたいにね、トレードしている方たちが、売買される市場のことを二次取引と言いますと。で、内容の方がね、和訳したものになりますが、ですね、まず、デジタル資産の二次取引に関する法律が未確定。ここからですね、今回の、デジタル商工会議所がですね、第三者として提案しているね、ここから引っ張ってきて、証明している内容になります。で、例えば、ハウェイの土地と機能、最初の販売は確かに WJ ハウェイの社の管理サービスとの関連で考えると、投資契約にはなりましたと。ただ、それがね、同じ土地とオレンジの木が WJ ハウェイのサービスと別にですね、後で再販売された場合は、そのような販売はもはや、投資契約にならないかもしれませんと。何言ってるかというと、これはね、ハウェイ社が自分のね、自社の土地を売って、その売られた方たちがまたハウェイ社のね、サービスを利用して再販してたんですよ。ではなくて、もう買った人が全然ハウェイ社とは関わらないでね、売った場合は、投資契約にならないのではないかって、つまり今回のデジタル資産二次取引と一緒ですよね。リップル社からも例えば買ったとしても、その買ったものを全然リップル社と関係なしに市場で販売すると。投資計画にならないんじゃないんですかっていう話で、解説をされてまして、で、あとですね、このデジタル資産の二次取引に関する明確性の欠如、っていうのがブロックチェーン業界全体に及ぶと。
別にリップルだけではなくてね、XRP だけではなくてイーサリアムだったりビットコインだったりね、二次取引っていうのはありますので、だからもう仮想通貨全体に及ぶんじゃないんですかっていうことでね。で、本件に関してデジタル資産及びその取引への証券法の適用に関して市場参加者にとって明確さが決定的に欠けているというね、文面、っていうのは SEC の委員の2名がね、公式声明で、コメントしたようです。こちらの内容はね、僕の方でまだ見てないので、後ほどまたまとめていきたいと思います。でそこでね、SEC は事実を重視するハウェイテストが法的訓練を受けない市場参加者はおろか、経験豊富な弁護士にとってさえ適用が困難な場合があることを認識して、デジタル資産への連邦証券法の適用に関するガイダンスっていう今回のねを提供したことは、それは賞賛に値すると。で、このガイダンスの中にハウェイを適用する連邦政府や行政機関の先例に根ざしておって、デジタル資産取引についての証券取引の証券法の適用を受けないということを明確にその内容で規定しているようです。ただしかし今回のね SEC の執行アプローチ、今の訴訟問題に関しては、これと矛盾していると、証券法の適用を受けないってね声明しているのに、今ね SEC 訴訟を起こしているわけですので、同様にハウェイに基づくものであり、異なるね要素を呈して、おりますと。でこの矛盾とガイダンスの混乱のために多くの市場参加者が、投資契約の対象であったデジタル資産の二次取引に適用する法的基準に関する解釈上の救済、または規則に基づくガイダンス、これを求めて SEC にアプローチしてきたんですけども、成功には至りませんでしたと。で本件においてそのね文面の中にも SEC は、追加的な文脈なしに特定の金融商品がそれ自体として証券として的確であるかどうかを通常決定しないと述べていますということですので、なんかね追記されてこれはこうだからっていうのがね追記された上で決定するんではなくて、もうそれだけでね今回の文面だけで決定することはしないと述べているということですね。配置のされてます。で結論としまして、ここで締めくくられているのは、我々は最初のオファーと販売を取り向くね事実と状況ではなくて、二次取引にハウェイテストを適用した裁判所は未だかつて知らないと。でデジタル資産の取引がですね証券取引であるかどうかを再評価した裁判所があることも、それは承知してませんと。で当会議所はデジタルアセットのような投資契約の対象は契約自体とは別に分析されるべきでありと。で投資契約の対象の二次取引は関連する事実や状況に応じて、小取引または技術取引とみなされる可能性があると考えていますと。したがって当会議所は、投資契約に適用される法律は、当該投資契約の対象に適用される法律とは別個のものであることを改めて、裁判所に要請するものであると、強く要請すると言ってね、コメントをされてます。でジョンさんって方ですね、こちら有名なね法律家の方ですが、私は、今後ね私が提出するものに加えてさらに、2、3件の法的助言書が提出される見ても驚かないだろうということで、今回この証拠証拠ね会議所のように第三者がね、裁判所に提出する意見陳述書っていうのが法定助言書っていうものになるんですけども、ジョーさんも提出したんですかね。そういったものがまたね2、3件発生するんではないかということですね。で今ね中間選挙と下院がひっくり返る可能性があって、議会が立法による明確さを提供するのは今後忙しいからね12ヶ月10ヶ月はありえないけど、ゲイリー・ゲンツラ氏は暗号戦争の道を歩んでいると、このケースは巨大ですというねコメントをされてます。ですので、今回商工会議所の方がね、そういった内容の方を提出したんですけども、今後だからリップル社がね勝訴するためにはその投資契約ではないと、投資契約が存在しないっていうのを、証明する必要があると。でそれに関しては、商工会議所に関してはその二次取引の方から引っ張ってきて、投資契約には当たらないんで、要は不明確だからね二次取引の間、またそれが明確になってしまったらねもうブロックチェーン全体に及ぶ話になってしまうので、それはかなりの話になる、とは思いますが、そちらからね引用して、解説をされてます。といった形がね直近の情報になりますが、僕の方でね日々、SEC 訴訟問題だったりリップル関連の情報をまとめて、できるだけ毎日配信できるようにね、まとめておりますので、またよかったらね別の動画を見ていただければと思います。
はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。